皆様こんにちは。今回は5年半乗ってきたスイフトスポーツがプロの手で新車以上の輝きになってビビるぐらい綺麗になる様子をご紹介します。今回お願いするショップは少し前に洗車と経験までお世話になった TikTok フォロワー8万人超えの家系洗車の中の人がいている大阪のディテールファクトリー。まずは洗車してからフル研磨、そしてダイヤモンド配合の最高級ガラスコーティングをして新車以上の状態に持っていき、施工後1ヶ月後の状態まで全部この動画1本で詳しくお見せします。若干長めの動画になりますが、目次を使って気になる部分をチェックしやすくしているので、ぜひ目次を活用してもらって5年半乗ってる車がどんな風に新車以上の輝きを取り戻すのか、ぜひ最後まで見ていただければと思います。先日はありがとうございました。とんでもございません。またのご来店ありがとうございます。で今日はフル研磨、前は軽く研磨してもらったんですけど、今回フル研磨してガラスコーティングということで、そうですね、車がめちゃくちゃ綺麗になるということなんですけれども、はい、今日はどんな流れになるんですか？そうですね、まず軽く水で車を流したりとか、あと前回行ったような洗車の作業とかを軽く行って車をこう養生します。当たっちゃいけない部分とかいろいろゴムのモールとかあると思うので、その後研磨作業をがっつり行わせていただいてコーティングを塗るっていう作業になります。ちょっと長時間になると思いますけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですかね、これ撥水してますかね？まあ正直めっちゃしてると思うめっちゃしてる、はい、十分、ちょっと弱ってるかなって感じもしますけども、めちゃくちゃ悪いわけではないですね。一応このコーティングがルミナスのスリックってやつで、もう2年半ぐらい前に施工してもらったやつなんですよ。なるほど。ちょっとやっぱこの辺が若干弱いかなって感じは。横の辺が、まあ時間経つと、そうですね。それでも2年半でこれは十分ですね。洗車してメンテナンスしてでやったらもう全く問題なく走ってます。あんまり僕多分月1洗車ぐらいしかしてないんですけど、まあこれなんで強いですね。強いです。十分です。横が弱なってる。そうですね。この辺りが若干弱いような、この水玉があまり綺麗な形じゃないのと、水かけた時にこうまとまりができるんで。あ、確かに確かに。はいはい。こっちはまだ結構綺麗にバーって流れてくれるのと、こう水玉が丸っとしてるんですけど、それでも初期のスリックに比べるとやっぱり落ちてますね。それはまあコーティング3年とか決まってるので、むしろ何も間違ってないです。それでもやっぱ耐久は強いですね。そうです。耐久は強いですけど、こうなって正解ではあるので、このちょっと薄くなってるところがやっぱちょっとコーティングが落ちてきてるなっていう。そうですね。この辺りとかがちょっと水玉がさっき言ったようにペチャっとなってるんで、もしかして汚れがまだ乗ってるだけっていう可能性もあるんですけど、洗ってみたら意外と元通りになったりとか。そういうことですよね。ちょうど3年前に名古屋の横の刈谷のプラスさんでコーティングしてもらったルミナスのスリックプロ、3年経ってもこの撥水具合なんでめっちゃ強いですよね。最近日本のガソリンスタンドで受けれる有名なコーティングされた車と並べて写真を撮りましたが、全然ツヤと水はじきが違うとそのオーナーさんが言ってたので、このルミナスのコーティングはなかなか性能がバグってて、今回施工するのはそのルミナスから出た最新のダイヤモンド配合の一番ガラスコーティングになるので、動画の後半を楽しみにしててください。ってことでひたすら泡洗車と鉄粉除去で車が綺麗になったので、今からブロワーとタオルを使って拭き上げて完全に水滴取って全体的にマスキングしてフル研磨の準備をしていきます。拭いただけでもやっぱ綺麗ですね。いやいやそうですけどやる前からまあまあ綺麗やな。でこれが磨いて再コーティングしてどんだけ差が出るのかっていう感じですね。そうですね、多分あんまし分からないですけど若干くすんでるはずなんですよね。なるほどですね。カメラ越しだとちょっと分かりにくいかもしれないですけど、まあやっぱ毎日見てはりますもんね。やっぱそういうそうですね、人の車のやつをやっぱプロからすると違いが分かると。そうです。磨いたらもしかしたら映像でもこうおおってなるかもしれないですね。そうですよね。まあ全体的に綺麗ですね。しっかり管理されているということで月1洗車です。それ今何してるんですか？車の膜圧を測ってます。膜圧、鉄板までの距離がどれぐらいあるかっていうのを見て、薄いとねかなり磨くのが大変なんですけど、結構余ってるとしっかり磨けるなとか、そういう判断の基準の装置になってます。なるほど。磨く前にちゃんと測ってやると。そうですね。うちはもう毎回もう全体測って磨くようにしてますね。天面で95なんで、まあ磨けるかなっていう感じですね。このちょうど電気のところ、ここなんか結構ありますよね。変な点々点みたいな、これが傷。この辺確かになんかありますね、汚れてるの。これがだから普段の洗車とかでどうしてもどうしても入ってしまう部分ですね。でこれを今から磨いてきれいにしてくれると。
さっきの吹き上げの時は綺麗でも、室内でライトを当ててみると、さっき見たような傷が結構目立つので、今から研磨して消してもらいます。特に服が擦れるガソリンの蓋のところとか、ドアノブ周辺に結構傷が入ってたので、これから磨いて鏡面仕上げまで持っていってもらいます。じゃあこれでもうマスキングが終わって今から研磨っていう感じですよね。そうですね。それは今から磨いていくんですかね。そうですね、今ちょっとマッチング取ってて、まだちょっとやっぱ傷が1回で抜ききれないんで、コンパウンドの粗さの調整に今させてもらってるっていう感じで。カメラに映ってるのかわかんないですけど、多分この映像明らかに綺麗です。なんかツヤツヤなってます。あ、マジマジでツヤツヤなってます。いやーすごいですね。めっちゃ綺麗ですね。マジでこっちがだってまだやってなくて、でこっちがだから今初期研磨っていう1段階目です。まだこれで一段階目。これで1段階目。消えましたよ。消えちゃいましたね。すごいな。このくらいの深さであれば本当全然磨き結構深かったですよ。ここでも映ってたぐらいなんで。深いんですけど層膜までいってないんで研磨で対応できる傷。だからどちらかというと前のガラスコーティングのとこに傷が入ったからそれを落としたんで消えたみたいな。そうですそうです。傷すごいですね。結構きつい傷が入ってたんでウールっていうバフ、結構切削能力の高い傷でそのウールの傷に置き換えるっていう作業ですね。それからスポンジバフウレタンバフで仕上げを行うことによって今度この傷を抜く段階を追ってちょっと傷を抜いていくような感じでさせてもらってますね。この絵の当たるところがすごいんですよね。やっぱり爪とかこう入れるといやここほんますごいですね。多分めっちゃカメラ映ってると思うんですけど結構きついですね。やっぱり結構きついですよね。外で見たらそんな目立たないんですけど、でもこっちの傷と今現状ここら辺の傷って違う種類に見えます？いや傷見えない見えてほしいんですけどこっち先ちょっと軽くやってこうするとどうですか？いやそんなに多分ないんじゃないかな。この右の方ですね。右の方こことここの差がひどすぎて全然ちゃうんですよね。ほんまですか？多分今映ってるとすごい傷入ってるんで、これがどうなるかですよね。ちょっとまだ完全にはちょっと取り切れてない場所がありそうなんですけど。そうですね。まだちょっと残ってるけれども。そうなんですよ。ここを今度重点的に取っていってから仕上げをかけることによって表面まで持っていく。これこっちがもうフル研磨した状態ですね。そうですね。でこっちはまだちょっと白ぼけた確かに色変わりましたね。やっぱりこの傷で白く見えてるんですよね。やっぱり左がやっぱちょっと若干白ぼけの右が真っ黒。やっぱ真っ黒まで持っていくにはこういう小傷まで消してしまう。バフにを消さないとここまで黒々した黒にならないみたいな。本当これで超高速で。ほぼ皿に戻りましたね。じゃあこの辺り。
消えましたね。消えましたね。すごいな。消えましたね。はい、じゃあありがとうございました。はい、ちょっと一旦じゃあ研磨終わったんで、この後は脱脂してからはいコーティングを塗っていこうかなと思います。これ今コーティング塗る前がこんな感じなんで、だいぶコーティング塗る前でも普通にめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。だいぶツヤ感出たと思う。いや、そうですよね。ここからまたコーティングでグッとはい。上げに行きます。ここからどんだけ綺麗になるかですね。このボンネットのところとか、もうちょっとすでに綺麗すぎるんですけど、僕個人も結構楽しみです。このすっぴんの状態がちょっと綺麗すぎるんで、塗らないこれもいいでしょ。いや、いいですね。これで塗ってないとかマジでバグってますね。5年半乗ってこれなんで、これがやっぱりね、研磨の大変。いやーすごいですね。でそれが今からあれですか、プレップっていう脱脂のやつを。脱脂剤ですね。これでコンパウンドの油分とかをはい除去していくっていうのになるんですけど、はいこれをやることによって定着良くなるんで、やっていきます。お願いします。はいなんか結構アルコールの匂いしますね、それ。そうですね。これ結構 IPA が混ざってるんで、これでアルコールで油分除去するみたいなイメージで、やっぱこれやると定着が良くなる。効果の定着が少なくなりますね。逆にこれをしないとナンバーの効果系塗ったところで売りしやすいというか長持ちしにくいっていう、ああ、そこだけ落ちちゃうっていうことですね。デメリットがはい。出てきますね。はい。これは前のコーティングも全部剥がれたんですかね。今もう剥がれてる状態。これではい。やっぱコーティングやっといた方がいいですね。保護になりますね。なりますね。てかなってますね、明らかに。もうなんで前のコーティングをやってもう今3年なんですけど、おお。なんでその3年間コーティングがこの元の色を守ってくれたっていうことですもんね。そういうことになりますね。やはりかなりコーティングっていうのは重要かなと思います。重要ですね。重要です。いや、新車買ったらやった方がいいですね、ほんまにこれ。最初にやるっていうのがやっぱりいいと思う。そうですよね、一番皿の状態で。はい。新品の状態でもあれですか、研磨とかも入れるんですか。新品でも毛も入れます。あ、そうなんですね。うちの場合は入れた方が売れないより、最近の新車でも多いんですけど、結構こう港で置かれてから納車されるんで、そしたら傷がやっぱり入ってきたりとか、まあ確かにそうですよね。納車前に洗車機突っ込まれるとか結構あるんで、磨いた方がいいですね。ありがとうございます。今から塗るやつがこれなんですよね。そうですね。LM ダイヤモンドプロ、一番ええやつ。一番いいやつです。では今から LM ダイヤモンドプロ塗っていきます。お願いします。これちなみになんですけど、前塗ってもらったスリックと何が違うんですかね。一番いいのはやっぱセルフクリーニングかなと僕個人的には思ってます。はい。かなり汚れがつきにくくなってるんで、車のメンテナンスも楽ですし、はい。かなり綺麗を保てるっていうのは本当にいいと思います。で、もうルミナスの中ではもう一番いいコーティングになってるんで、じゃあスリックとかよりも全然一番上のやつと。はい。じゃあお願いします。はい。撮影3割あるうち。あ、思ってた。はラッキートリガーですよね。い。ラッキートリガー。はい。合言葉ラッキートリガー。前の時もなんか 10% 割引とか言ってたけど大丈夫なんですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。あ、オッケー、そんなに入れておきますね。その電気は何なんですか。これはムラを見る電気。塗った時にムラが出る可能性があるんで、それをこう吹きムラがないようにっていう。やっぱ黒向けなんで、その辺はちょっと結構シリアスよね。そうですね。結構降下速度が速いんで、ムラがないようにもうすでに塗ってもらわないと、本当はこれレフ板っていう白い板とかでも代用ができるんで、はい。こういう LM グラフェンスプレーとかを施工する時も、こういうレフ板を当てて反射で見てあげるとムラの確認ができますっていう。めっちゃ反射してますね。この今映ってるんですけど、すごいですよ。なんかそうなんですよ。鏡みたいになってる。やっぱりこのくらい研磨しないとはい見にくいですね。逆にムラを見るのも。いや、これすごいと思いますよ。後でパソコンで見たら多分えぐいことなんですよ。めっちゃ綺麗。
そうなんですよ。この時点でムラを見つけても今だったら研磨せずに落とせるんで、あ、そうなんですね。落とす場合は何を落とすんですか？同じ溶剤を再度塗ってあげてもう一度拭き取るっていう。これ今エアコンなんかピッてやったじゃないですか。あ、はいはい。これ何の意味があったんですか？これではい一応湿度はい。管理っていうのをまあできるだけちょっとするように。ああ、なるほど。そうなんですよ、はいやっぱり溶剤、特にプロシリーズははい揮発速度が速いんで、はい湿度と温度をうんある程度ちょっと管理しないと、もう硬化スピードが速いんですぐにムラになったりあー拭き筋が残ったりするんで、この辺りはもう管理きっちりしないと塗れないレベルのものですね、はい今やっぱプロシリーズ塗るにはやっぱこういうブースもないとやっぱ厳厳しいしいですね炎天下の真夏では正直ちょっと塗れないですね。塗ってひたすら拭き上げてそうです。で、毛足の長い方でザクッと余剰分をはい拭き上げてからショートパイルの方で書き取るみたいな感じで、もうそろそろ1枚使い終わります、全部裏返したり、ちょっとワンパネルごとに新しい目を使ってあげるっていうようにしないと、ちょっと正直塗り出しすごく大変なので、そうなんですね。めっちゃタオルは使います。めっちゃタオル使うんですね。めっちゃ使いますこれ見てると素人じゃまあ無理ですね、こんな。そうですね、あと本当こういうちょっと空調設備整ってるところじゃないと、正直ちょっとかなり厳しい。そうですよね。これで今2層目ですか2層目です、2層目をすることによって耐水性の効果が出るということみたいなので、ルミナスの施工店では基本ダイヤモンドは2層を、ダイヤモンドは2層。はい、していただくっていう形にはしてますこれで2層終わりですね。終わりましありがとうございます。た。いい。で、これでちょっと乾かす感じですか？そうですね、2時間ほどはちょっと雨元気なんで、なんかもう光ってますもんね。てか反射してるな。えぐいですね。えぐいですね。はい、これで LM ダイヤモンドはい。施工終了しました。ありがとうございます。いい。めちゃくちゃピカピカですね。そうですね、めちゃくちゃ光沢ありますね、やっぱり2層塗ることによって追加される保護性能とかもあるんで、まあ、格段に違うかなとは思います。なんか塗った時よりもだんだん時間を送りつれてツヤ感上がってきましたよね。ここからまだ上がるんで、まだ上がるんですか？まだ上がります。マジで。僕らまだ上がるんですね。ツヤはだいたいそれこそ6時間から12時間ぐらいはい。経ったぐらいが一番最高ぐらいになると思うんで、はいなんかこの後の注意点とかありますか？なんか濡らすなとか。あ、水濡れははい。だいたい6時間ぐらい、 6時間ぐらいは。はい、マージン取って6時間ぐらいはちょっと厳禁っていう形で、はいうんうんそれ以降は1日12時間ぐらい経てば普通の雨であったりとか、はい水洗い洗車は OK、あ、もう水洗い洗車も OK でやるんですか？軽くで軽くで。お願いします。でそれこそ 3,4 日経てば中性洗剤も OK ですし、1週間後には 3pH 洗車、はいはいはいこれも OK になってきます。まあめちゃくちゃ綺麗なので洗車洗剤大丈夫ですね。そうですね、当分汚れることはないかなと。そのコーティングはなんかあれですか？汚れ防止の機能とかもついてるんですか？コーティング自身にセルフクリーン機能ついてますんで、スケール汚れ、水垢汚れの貫通って言ったらいいんですかね、型になってしまって侵食してしまうのを、まあ、できるだけ防ぐっていう機能と、耐水はい。性があるので、本当軽い擦り傷、服とか吸ってしまったとかっていうぐらいの傷であれば自己修復されるっていう、自己修復って言ってるんですね。ついてます。すごいですね。最新のガラスコーティング。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。はーい。施工ありがとうございました。ありがとうございます。大体こういうガラスコーティングってしてもらったら施工証明書的なのをつくと思うんですけど、ルミナスさんとかでもつきます？もちろんあります。おうちはこうはいいった紙のタイプのはい施工証明書ついてるんで、はいルミナス商品のコーティングしていただいた方にはこれをお渡ししてるんで、万が一何かあった際は保険が効くようになってるんで、ああ、保険でいけるんですね。あ、そうです。コーティングに保険が効くようになってくるんで、なんかあれですね、事故した時にもちろんいけると。ご安心ください。大丈夫で。いいですすね。今回パテンさんの動画を見ていただいた方限定でうちのメニューで全品 10% オフ全品 10% オフ。させていただくかつ、今回施工させていただいたルミナスのダイヤモンドだったりとか、そういった小瓶の硬化系のコーティングを施工いただいた方限定で、こちらの車検証医療、本来有料なんですけれども無料でお付けさせていただくんで、めっちゃいいじゃないですか。はいでこれがですね結構機能的で、最近車検証のサイズが
変更になったと思うんですけれども、小さなりましたよね。はい、うんうん、それがですねしっかり入るポケットが専用サイズの、はい、ついているのと、はい、あとはその他取説もしっかり入るようにマチ付きのポケットが、車の取説分厚いですもんね。そうですね。であと名刺が入るようなポケットだったりとか、これ一つで全て収納できるようになってるんで、もちろんその施工書も入れといて、そうですそうです、まとめてでダッシュボードに入れとくと。そうです。なんで、めっちゃいいじゃないですか。はい、で結構生地感も良くて高級感ある感じなんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい。この撮影の後、今で約1ヶ月経ちまして、1ヶ月あえて洗車しないで置いた車の状態がこれですね。全然汚れもついてなくてピカピカですよね。施工した時に聞いた汚れがつきにくい効果とか、セルフクリーニング機能とか、正直言い過ぎというか、持ってるでしょって思ってたんですが、1ヶ月洗車なしでこの状態なんで、これがエビデンスですね。逆にコーティングしてない窓がだいぶ汚れてたので、コーティングの上は汚れがつきにくい状態に確かになってました。また皆さんが気になる撥水の映像がこちら。どうでしょうか。見たことないレベルで撥水してますよね。ボンネットに水かけても速攻で水が流れるおかげで汚れもつきにくいので、コーティング後のお手入れはだいぶ楽になります。吹き上げ時間も大幅に短縮になるので、正直それだけでもコーティングやってよかったなと思います。次に天井に水かけてみます。こっちも相当すごいですね。かけた水が全部水玉になってて、ブロワー使えば天井の水が秒で飛びますね。洗車してて気になるミラー下もこんな感じ。これだけ水が流れるので変なシミを残すこともないですし、もしシミが残ったとしても汚れがコーティングのおかげで落ちやすくなってるし、傷の自動修復機能もあるので、最近流行りの簡易汚れ落とし&コーティングのクイックディテイラーを使って拭き上げると常に綺麗な状態を保っています。ガラスコーティングは決して安くないですし、やったことがない人だとその価値は絶対にわからないので、施工するか迷っている人世の中にめっちゃ多いと思います。僕も新車で買った時にコーティングするか迷って、結局あんな塗るだけでしょ。それに10万以上かけるのって意味あるんかなと思って、結局ケチってやらずに自分でオートバックスで売ってるワコーズのバリアスコートっていう簡易ガラスコーティングを定期的に塗ってましたが、初めはちゃんとやってたとしても1年もすれば絶対にめんどくさくなってやらなくなるのが見えてるし、市販のコーティングとプロ向けのコーティングとでは圧倒的な差があって、どう考えても仕上がりのレベルが違うので、やっぱりプロにお願いするのが間違いないかなと思います。新車でも見えない傷は入ってるので、それを完全に消してその上からコーティングをすると今回のような仕上がりになります。僕が実際にガラスコーティングをやって思ったメリットは、汚れがつきにくいこと、洗車後の拭き上げがだいぶ楽で圧倒的に時短になること、納車直後に施工すると新車の塗装の状態を守れるので、5年経ったとしてもボディが色あせないので、もし車を売るとなっても査定価格がしてない車に比べて高くなって、何よりいつ見ても車が綺麗なことですね。ディーラーのガラスコーティングだと今回のような研磨はないと思いますし、研磨があるのとないのでは仕上がりが段違いなので、ディーラーでお願いしてもいいと思いますが、せっかく高いお金出してコーティングするなら、今回お願いしたようなプロの磨き屋さんとか洗車屋さんで磨きとコーティングをお願いするのが絶対に間違いないと思います。今回お願いした大阪の枚方にある磨き専門店のディテールファクトリーさんは、今回施工してもらったコーティングのメーカールミナスのグッズも取り扱ってて、キーホルダーから車検証入れ、こういったナンバープレートの盗難防止ボルト、普段使いに使いやすい T シャツからキーホルダーまで、ほんといろいろと揃ってます。ルミナスのことをまだ知らない人が多いと思いますが、1回でも使えばビビるぐらいコーティングの性能がすごいので、ぜひ実際に試してもらえたらと思います。ルミナスからは1万円ぐらいで買える効果系スプレーコーティングもあって、正直そのスプレーコーティングも相当すごいので、ルミナスがどんなものなのか気になった方は、まずそのスプレー買って自分で塗ってみて実際に試してみるのもありだと思います。今回お願いしたガラスコーティングだと約3日間ほど預かりになって、その間は台車も借りれます。ただ今回のコーティングは正直安くはないので、予算を抑えたい方は今回のフル研磨ではなく、値段を抑えた軽研磨バージョンもお願いできますし、サテンさんの動画を見たって言っていただければ割引になるんで、問い合わせの時にお店の人に動画見たって伝えてください。詳細は動画の下にある概要欄に書いておくので、ぜひ参考にして実際にお店に問い合わせていただければと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。